皆さん、こんばんは。今日も静かな夜がやってきましたね。ゆっくりお話ししましょこんばんは、高橋春です。今日も皆さんとこの時間を過ごせてとても嬉しいです。山本春人です。このポッドキャストは、日本語を勉強している皆さんがリラックスしながら自然な日本語を聞くためのチャンネルです。はい。勉強の合間やお布団に入った時、それからシャドーイングや発音の練習にもぜひ使ってくださいね。そうですね。さて、今日のテーマですが、大人の友達関係について少し考えてみたいと思います。それすごく深いテーマですね。大人になると友達を作るのってなんだか難しく感じませんか？ええ、本当にそうですね。学生の頃とは少し違いますよね。皆さんも同じように悩んだことがあるかもしれません。どうして大人になると友達作りがこんなに難しくなるんでしょうか？今日はその理由を皆さんと一緒に優しく考えていきたいですね。もしこの番組を気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをそっと押してもらえるととても励みになります。それでは、温かいお茶でも飲みながら、ゆっくり始めていきましょう。ここからは、大人の友達作りが難しい理由を身近な生活から考えてみますね。はい。私、最近よく思うんです。仕事が始まると毎日があっという間に過ぎてしまって。そうですね。仕事、家事、毎日の生活だけで少し疲れてしまいますよね。そうなんです。平日の夜は遅くまで仕事をして、土曜日や日曜日も友達に会うより家でゆっくり休みたいって思うことが増えました。確かに、若い頃は夜遅くまで遊んでも次の日元気でしたけどね。そうですね。今はもうちょっと体力が足りないです。お家でゆっくり過ごす時間が一番幸せだったりします。それに、大人になるとそれぞれの生活のペースが変わっていきます。ライフスタイルと言ってもいいですね。ライフスタイルですか？ええ、例えば仕事を頑張っている人、結婚した人、新しい町へ引っ越した人、それぞれ大切にする時間や毎日の予定が少しずつ違ってきます。それはすごくわかります。学生の頃の友達となんだか話す内容が合わなくなったり、お互いに予定を合わせるのも難しくなりますよね。そうですね。誰も悪くないのに、少しずつ会う回数が減って距離ができてしまう。それはとても自然なことです。そっか。寂しいけれど、誰も悪くない自然な変化なんですね。ええ。ここまでは生活の変化やライフスタイルについて話しましたね。はい。次はもう少し別の視点から考えてみましょう。ここからはもう少し私たちの心の中にある理由について深く考えてみたいですね。心の中ですか？どんな気持ちが関係しているんでしょうか？大人になると相手に迷惑じゃないかなと相手の気持ちを気にしすぎてしまうことがありませんか？それ本当にそうです。久しぶりに連絡をしたいなと思っても、忙しいかなとか、返信が負担になるかもとか、いろいろ考えちゃいます。そうですね。相手を大切に思うからこそ気を使うんですよね。
でも考えすぎてしまうと一歩を踏み出すのがちょっと怖くなってしまいます。はい。それに、もし返信が遅かったり、そっけなかったりしたらどうしようって不安になります。わかりますよ。大人になると傷つくのが少し怖くなりますからね。確かに、子供の頃はもっとシンプルでしたよね。そうですね。子供の頃は同じクラスにいるというだけですぐに友達になれました。名前も知らなくても一緒に遊ぼうだけで十分でした。そうでしたね。あの頃はただ楽しいから一緒にいるという感じでした。ええ。でも大人の人間関係は適切な距離感が大切になります。相手のプライベートに入り込みすぎないように気をつけてしまいますよね。そのちょうどいい距離を見つけるのが本当に難しいです。寂しいけれど、あまり近づきすぎてもお互いに疲れてしまう。そうですね。でもそうやって悩むのはあなたが相手のことを本当に大切にしようとしている優しい証拠なんですよ。ああ、そう言ってもらえると、なんだか自分の心が優しく包まれる気がします。ここからは少し心を軽くするための優しいお話をしましょはい。大人になってからもっと楽に友達関係と向き合うにはどうすればいいでしょうか。う。まず、友達は少なくていいと自分に言ってあげることです。少なくてもいいんですか？なんだか友達が多い方が楽しそうに見えますが。ええ、ネットなどを見ていると、たくさんの友達と楽しそうにしている写真が目に入りますよね。でも、大人になってからの友達は、数ではなく、心地よさが一番大切です。心地よさ。確かに、一人の友達と一年に一回お茶を飲む。それだけでも心がすごく温まることありますよね。そうですね。毎日連絡を取り合わなくても、必要な時にそっと話ができる。そんな関係が一つあるだけで、十分幸せなんですよ。新しく友達を無理に作ろうと焦らなくてもいいんですね。ええ、自分の好きなこと。例えば、美味しい緑茶を飲んだり、静かな公園を歩いたり、本を読んだり。そうやって自分自身を大切にゆっくり過ごしていると、自然に同じ空気を持った人と出会えるものです。自分を大切にですね。なんだか焦らなくていいんだなって思えて胸が軽くなりました。その通りです。何も心配しないで、自分のペースでゆっくり進んでいきましょう。今日は大人の友達関係がどうして難しく感じるのか、その理由についてお話ししてきました。はい。生活の変化や相手を気遣う優しさが少し寂しさを生んでいるのかもしれないですね。ええ。もし、今、寂しいなぁと感じている人がいたら、それは、あなたが優しい心を持っているからです。自分をたくさん褒めてあげてくださいね。本当にそうですね。皆さんは大人の友達関係についてどんな風に考えていますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。日本語の練習も兼ねて気軽に書いてみてください。それでは今日は、少しだけスマホを置いて、温かいお茶でも飲んで、ゆっくり休んでみるのはいかがでしょうか。はい。皆さん、今夜も優しい夢を見てくださいね。それでは、おやすみなさい。おやすみなさい。